おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は牛ほほ肉を使ってカルボナードを作ります。このカルボナードという料理ですけども、フランドル地方、現在でいうオランダ、ベルギー、フランス北部の郷土料理になります。今回使う材料はシンプルに牛ほほ肉、多めの玉ねぎ、レモン、ニンニク、あとは美味しいベルギービールになります。それではカルボナードアラフラマンド一緒に作っていきましょう。まずガルニチュールを用意していきます。大量の玉ねぎをエプルシェしていきます。この時一番上の乾いてる皮きっちり取り除いて中が腐っていないか確認してください。後でエマンセにするので根っこの方は最初から取り除いてください。ニンニクもエプルシェして半分に切って中の芽を取っておきます。続いて半分に切った玉ねぎをエマンセしていきます。繊維を断ち切るような形、繊維に沿わない感じでエマンセにしていきます。続いてレモンを切っていきます。よく洗った無農薬のレモンを皮ごとスライスしていきます。種がある場合は種は取り除いておいてください。次に牛ほほ肉の掃除をしていきます。掃除といってもほぼ掃除するところありません。筋もよく煮込めば美味しいですし、油もある程度あった方が美味しいです。ですので余分な油、ちょっとはみ出ている油と血管の部分だけを取り除きます。それ以外はつけたまま丸のまま火を入れていきます。もちろん好みできれいに外してもらってもいいですけども、私は筋も火が入れば美味しいのでこのまま残しておきます。掃除し終わったら全面きっちりと塩コショウで汗止めします。汗染めし終わったらココット鍋で火を入れていきます。温めたココット鍋にオリーブオイルを入れてじっくりと全面焼いていきます。この時火加減は中火より若干強火になっています。あとニンニクですけども最初から入れてしまうと焦げてしまいますのでまだ入れません。じっくりと油の方から焼いて油を出してカリカリになるまで焼いていきます。このようにきれいに焼けたらひっくり返します。反対側も焼けたら今度は横の面も焼いていきます。この時も鍋の底が焦げないように気をつけながら肉の場所を移動させながら焼いていきます。ここでニンニクを入れて一緒に焼いていきます。先ほども言いましたけども、最初からニンニクを入れてしまうと焦げてしまいますので気をつけてください。ニンニクも焦がさないようにほほ肉は全面、できる限り全面焼いていきます。きれいに焼けたので一旦ほほ肉を取り出します。このように底も焦げていません。ちょうどいい感じに旨味がついています。そこに先ほどエマンセにした玉ねぎとローリエを入れて軽く塩をしてゆっくりと火を入れていきます。
この時玉ねぎの持ってる水分で鍋の底のうまみを剥がしていきます。ここによく油となじませて、ある程度火が入ってきたら蓋をしてゆっくりと周囲していきます。5分経ちました。蓋を開けて蓋の内側についている水分は鍋の中に入れてください。このようにきっちりとうまみも取れて玉ねぎにきっちり火が入ってきました。ここでビールを入れます。今回使っているビールはベルギー産のビールです。結構甘みが強くて香り豊かな美味しいビールを使っています。まず入れたらアルコール分を飛ばしていきます。沸くまでは強火でアルコール分を飛ばします。一度きっちり沸いたらここでほほ肉を戻します。ここにフォンドボーを入れます。またフォンドボーの取り方は他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。フォンドボーを入れて一沸きしたらまた蓋をしてゆっくりミジョテポコポコという状態で火を入れていきます。40分経ちました。ここで蓋を開けてまた水分は鍋に戻して肉を一旦ひっくり返します。このようにポコポコと沸いている状態を保ってください。また蓋をしてゆっくりとミジョテしていきます。また40分経ちました。同じように蓋の内側についている水分は鍋に戻します。このようにポコポコという状態を保ってまた肉はひっくり返します。この時だいぶ火が入ってきています。それでもまだ火が入りきっていません。ここで先ほどのレモンを入れてまた蓋をしてミジョテしていきます。最初からレモンを入れてしまうと風味が飛び切ってしまいます。あと苦味も出すぎるのでこの段階から入れます。また40分経ちました。これでトータル2時間火を入れています。このように金串で刺してスッと通ってスッと抜ければ火が入っています。火が入っているのでこのまま火を切ってゆっくりと冷ましていきます。この煮込み料理ですけども液体の中でそのまま冷ますことによってうまみ液体が中に入ってきます。ですのでパサパサにならずしっとりと煮込み料理が仕上がります。翌日このまま液体の中から肉だけを取り出します。あとレモンも一緒に取り出します。このまま液体を半分ぐらいに詰めたらルーで濃度をつけます。このルーは他に動画がありますのでそちらを見て作ってください。最後仕上げる前にローリエ月桂樹は取り除いておきます。それでは最後仕上げていきます。先ほど取り出したほほ肉ですけどもまだ冷たい状態です。これを厚めにスライスしていきます。このように中心筋の部分ですけどもきれいに火が通って美味しそうになっています。切った肉を鍋に入れてその上に先ほど煮詰めたソースを入れます。このまま温めながらソースを仕上げていきます。このようにあまり濃度のついてない軽く濃度のついた状態の方がいいと思います。あまり沸かしすぎずゆっくりとソースと一緒に温めていきます。温まってきたら最後ディジョンマスタードを入れてソースをモンテしていきます。今回このソースですけれども玉ねぎの甘みとビールのうまみで
ほろ苦くて非常に美味しく仕上がっています。ここにマスタードを入れることによって少しフレッシュ感、あとスパイシーな感じが増えて非常に美味しく仕上がります。このようにきっちり温まって味を見ます。美味しければそのまま盛り付けていきたいと思います。温めたお皿にほほ肉を盛り付けていきます。この脂の部分と筋のゼラチン質がプルプルして非常に美味しそうに仕上がっています。上からたっぷりとソースをかけて完成になります。最後仕上げに粗めの黒胡椒少し多めにひいて、最後レモンの皮を削って上からかけて完成になります。今回この煮込み料理ですけども、最後にマスタードを入れることによってビールのほろ苦い、あと玉ねぎの甘い感じが締まって美味しく仕上がります。このソースあえて濃度はつけませんでした。濃度をつけすぎるとあまりにも味が濃く感じてしまいます。あと好みでギネスビールなどを使っても美味しくできると思います。ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。